不動産屋さんの怪談です。今回は不動産会社で管理部門に30年以上従事している男性の方からいただいた不動産屋ならではのゾッとするお話です。その方を仮に中村さんとしておきます。それは今から20年ぐらい前に中村さんがビル管理の部門の責任者をしていた時のことでした。その管理物件の一つに東京都心にある5階建ての賃貸マンションがあったそうです。1階がエントランスと警備室などで、主に2階から4階までが 1LDK の単身者向けの居住用として貸し出していました。最上階の5階ですが、当初はそのマンションビルのオーナーが自宅として全フロアを使用していましたが、途中でその一部分を改装し、独立した 1LDK の部屋を作り、502号室としてそこも賃貸用に貸し出すことにしたそうです。中村さんは主に設備管理のメンテナンスを統括していたそうで、賃貸契約やそれに伴うテナントの契約違反などの問題は部下に任せ、彼らが処理できないトラブルのみサポートに入っていたということでした。さて、そんなある春先のことでした。中村さんはそのビルのテナントの一人が昨年末から家賃滞納しているという報告を初めて受けました。その家賃滞納をしたのは5階の独立した 1LDK の502号室のテナントでした。当時は家賃保証会社の家賃保証が一般的ではなかった上、その居住者の勤め先との法人契約でした。もし契約内容を確認していれば、勤め先の会社に連絡できたのですが、ただただ家賃の催促の手紙だけをその502号室に送り続けていたそうです。呆れた中村さんは事態をすぐに上司に報告するとともに、部下に至急対処するようにときつく叱責しました。そして間もなくのことでした。その家賃滞納をしている502号室のちょうど真下の4階の402号室から苦情が来たそうです。その部屋には独身の女性が住んでいたのですが、彼女の部屋に見たこともないような大きなハエがしょっちゅう舞い込んでくるというものでした。さすがにその苦情は建物本体に関連しますから、営業側の部下では対処できず、中村さんが直接その4階の部屋を確認しに行きました。すると4階の部屋の女性が、キッチンの換気扇などの通気口から入ってきたのではと言って、そのハエの死骸を見せてくれたそうです。中村さんはそのハエの大きさにぎょっとしました。東京では見ることがまずないような巨大なハエで、近所の公園、飲食店や生ゴミ集積所から発生したとは到底思えませんでした。おそらくビルの内部のどこかから湧いたハエの可能性が大きかったので、ビル内の通路やゴミ置き場などありとあらゆる可能性がある場所を確認したそうです。でもどこにも異常がなく、ゴミも放置されていませんでした。そこで一応5階に住むビルのオーナーを訪ねて事の次第を説明し、異常がないか聞いたところ、何もおかしなことはないという返答でした。ただその時中村さんは、何かビル内部の空気が通常とは違うかすかな違和感があると思ったそうです。そして本社に戻ると、中村さんはふと気になりました。すぐ部下に、ところであの502号室の滞納の件は解決したかと聞くと、まだ解決していませんという返事で、中村さんはピンときました。部下は中村さんが何を予見しているか分かったようで、かなりビビっていたそうですが、中村さんからすぐに部屋を開けて確認してこいと指示され、部下は慌てて現地に行きました。そして502号室の部屋を鍵で開け、祈るような気持ちで玄関ドアを恐る恐る開けていきました。すると開けた瞬間、強烈な悪臭がどっと押し寄せてきました。それは嗅いだことのない凄まじい悪臭だったそうです。部下は鼻と手を思わず手で押さえながら部屋の中を覗くと、どうやら暖房がつけっぱなしで、むっとした熱気に包まれており、テレビの音も聞こえてきました。
部下はこれはやばいことになったと最悪の状況を理解しました。そこで中に入る前に警察に通報し、警官らが到着してから一緒に部屋の中に入ったそうです。するとそこには居住者のベッドがあり、おそらくそのベッドの上で亡くなったようで、そこにはどす黒いドロドロの人型の体液だけが残っていました。そのマンションは当時としては密閉性が高く、そのために異臭が漏れることがなかったので、誰も気がつきませんでした。でも中村さんが下の女性の部屋を訪ねた時に感じた違和感は気のせいではなかったということです。さて、話はこれからです。その後、502号室は特殊清掃及びお祓いを済ませ、リフォームをしてまた賃貸の募集をしたところ、1年後に風俗に勤める A 子さんが入居してくれたそうで、中村さんもオーナーも安堵しました。そして A 子さんが502号室に住み出していくらも経たない頃でした。彼女からおかしな苦情を受けることになりました。それは夏にエアコンをつけてもいつの間にか暖房になっている。部屋の窓を閉め切っているのになぜかハエや虫が入ってくる。などというものでした。そこで設備の苦情なのでまた中村さんが対処することになり、502号室を訪ねたそうです。502号室の A 子さんは中村さんに会った途端、この部屋貸し物件なんじゃないですかと言ってきたそうです。A 子さんは何回も営業担当者に同じことを聞いたのですが、のらりくらりとまともな答えをもらえなかったと不満げに話していました。そして A 子さんは自分は霊感があると前置きをして、私の夢にこの部屋で亡くなった前の借り主が何度も現れるんですと話したそうです。でも中村さんはそれは彼女の想像の夢で、その時は半信半疑でした。そしてまずエアコンを点検すると、リフォーム時に新品に交換してあり、操作も異常は見られませんでした。ハエの件もキッチンや浴室の換気扇を外して清掃及び消毒をして虫の死骸がないことを確認しました。するとその点検中に突然 A 子さんは自分が見る前の居住者の夢の話をしだし、それはこんな内容でした。夢の中でも部屋の温度が異常に暑く、 A 子さんはベッドに寝ていました。するとおかしな気配を感じて隣を見ると、自分の横に誰かが寝ていたそうです。誰と思うと、その横に寝ているものはものすごい数のハエの群れが人の形になっていたものでした。それはまるでフランシュタインにたくさんのハエが群がって頭の先から足の先まで埋め尽くしているかのようでした。A 子さんがぞっとして飛び起きようとすると、窓の外のバルコニーにも誰かが立っていました。それは黒い人影でこちらを見下ろしているのが分かったそうです。A 子さんはあまりの恐怖に玄関まで走り、部屋から逃げようとしたのですが、ドアが開かないのです。逃げたくても逃げられず悲鳴を上げる、そういう夢を何回も見るということでした。そして一番最近に見た夢では、その人の形をしたハエの群れがむっくりと起き上がり、A 子さんの方に顔を向けて、この部屋はダメだ。あなたも食われるぞ。逃げなさい。と話しかけてきたそうです。その話を聞いて中村さんは背筋に冷たいものが走りました。それは確かに彼女のただの夢ですが、現実と夢の境のように聞こえ、中村さんはなぜか実際に起きていることだと感じました。なぜなら中村さんはこの部屋の点検中、ずっと空気が重く感じ、空間に存在する流れ、つまり風水などでいう気の流れにかなりの違和感があり、みぞおちのあたりの圧迫感でずっと苦しかったそうです。これは何かあると直感的に思い、
中村さんは知人のいわゆる払える霊能者にすぐ相談しなくてはと思いました。そこで近く霊能者を連れてまた来ますと A 子さんに約束して502号室を出たそうです。すると玄関を出た目の前の通路に大きなハエの死骸が一匹あるのに気がつきました。そこで中村さんはそれをそっと紙に包み、1階の警備室に保管し、霊能者を連れてくるときに見せることにしました。中村さんは帰宅後、早速知人の霊能者 N さんに連絡すると、N さんはすぐに何かを感じ取ったようで、中村さんにすぐ私のところに来なさいと真剣なトーンで言いました。これはかなりまずい事態だと察した中村さんは即霊能者 N さんの家に行ったそうです。すると N さんは何かを唱えながら中村さんに塩を振りかけ、日本酒をいきなり飲ませて中村さんに取り付いたものを払い清めたということでした。そして取りつかれていたことに驚いた中村さんが落ち着きを取り戻すと、502号室の昨年の前居住者の滞納から孤独死、新居住者 A 子さんの体験談一連の出来事をすべて説明したそうです。すると霊能者の N さんはその502号室の前居住者が孤独死する以前は誰にも貸し出していなかったと言い当てました。確かに賃貸に供する前はオーナーが502号室をしばらく使用していたのです。そして霊能者曰く、その502号室は以前はオーナーのご両親が住まわれていて、その後は物置として使用していたのではということでした。ただ霊能者の N さん曰く、それらのことは今回の怪現象とは関係がなく、原因はやはりそのビルが建っている土地にあるということでした。そのマンションビルの敷地の近隣には大きな公園と墓地があり、その辺一帯から悪しき者がマンションの建物に集まってきていたという見解でした。つまり外見上は普通に見えても、そのエリアは異道ということでした。すると霊能者は、その502号室の前居住者が孤独死した後に本当にお祓いをちゃんと済ませましたかと真剣な面持ちで聞いてきました。中村さんははっとしていい加減な対応ばかりする会社だったので、まさかと思い社長に確認しました。すると案の定、特殊清掃でかなりの出費があったため、お祓いはケチってしなかったということで、社員たちにはお祓いは済ませたと嘘を言っていたのでした。中村さんは呆れましたが、社長に今まであったことと、現在の502号室のテナントさんの苦情内容と、さらに体調不良の通院費、敷金全額返却、および有料物件紹介と転居費用の負担を要求している旨を説明したそうです。会社の評判を気にした社長は、それらの交渉を中村さんに一任し、結局ほぼ全てを支払うことで解決したということでした。その中で霊能者 N さんの勧めで A 子さんはお寺でお経を唱えてもらい、お祓いをしてもらったそうです。その後 A 子さんは紹介した転居先に移り、すべて一件落着しました。でもそのマンションの502号室は依然としてあるわけですが、その後は使用不可の部屋になってしまったそうです。そしてそれからです。そのマンションビルのオーナーにも災いが降りかかってきました。まずオーナーの家族が事故に遭い、さらにオーナーの手掛ける事業が失敗し、不運が重なった結果、土地ごとマンションビルは売却することになりました。それを聞いて中村さんはその土地柄のことが気になり、オーナーに聞こうとしました。でも霊能者の N さんが深刻に、これ以上関わらない方がいい、この物件のことは忘れないと寄ってくるよと言われ、中村さんは即深入りするのはやめたそうです。それからそのマンションは正式に市場で売り出され、中村さんの管理部門とは縁が切れたのですが、売却までの間も他の会で辞や不審死などが起きていたということでした。
今回場所は伏せて話させてもらいましたが、私もよく知っている場所です。ただそのマンションがどれだかは特定できませんでしたが、あの辺周辺で取り壊されたビルはないので、いまだにマンションは存在し、誰かが住んでいると思います。恐ろしい限りですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。